陸流金メダル総額6800万円の報奨金、その内訳と税金の行方。ミラノ・コルティナボリンで日本フィギュア界に歴史を刻んだ三浦璃来選手24と木原龍一選手33、ゴールデンスラム達成という偉業に対し、所属先や連盟から贈られる報奨金は1人当たり3400万円、ペア合計で6800万円という破格の金額となりました。1、陸流ペアへの報奨金の内訳。ミラノ・コルティナボリンで日本フィギュア界初の金メダルを獲得した三浦璃来選手と木原龍一選手、2人に贈られる報奨金は1人当たり合計3400万円、ペアで6800万円という巨額なものになりました。この内訳を詳しく見ると、所属先の木下グループから2000万円、日本オリンピック委員会 JOC から500万円、そして日本スケート連盟から900万円がそれぞれ支給される形です。スケート連盟の分には金メダルの500万円に加えて銀メダルの200万円や世界主要4冠を達成したゴールデンスラムへの特別ボーナスなどが含まれていると考えられます。2、オリンピック報奨金にかかる税金の特別ルール。これほど高額な報奨金を受け取る際、避けて通れないのが税金の問題です。日本の所得税法にはオリンピック競技大会の成績に応じて支給される報奨金に関する特例があります。 JOC やスケート連盟のような文部科学大臣が指定した競技団体から受け取る報奨金は一定の金額まで非課税となります。具体的には金メダルで500万円までの支給分については所得税がかかりません。つまり連盟などから出る1400万円のうちかなりの部分は税金を引かれずにそのまま2人の手元に残ることになります。3、所属企業からの2000万円と所得税の関係。一方で所属先の木下グループから贈呈された2000万円は税務上の扱いが異なります。企業から受け取る報奨金はその選手が社員として所属している場合、給与所得の一部とみなされるのが一般的です。年収が2000万円を超える高所得者となるため、所得税の税率は非常に高くなります。住民税なども含めると、この企業報奨金の約3割から4割程度が税金として徴収される可能性があります。額面は2000万円ですが、実際に2人が自由に使える現金としては1200万円から1400万円程度になるという現実的な計算が成り立ちます。4、競技団体ごとに異なる報奨金の格差。オリンピックのメダリストが手にする金額は実は競技種目によって大きな差があります。 JOC からの500万円は全競技共通ですが、各競技連盟が用意する上乗せ分に違いが出るためです。例えばスポンサー収入が豊富なゴルフや卓球などは連盟からの報奨金が1000万円を超えることも珍しくありません。一方で伝統を重んじる柔道などは連盟からの金銭的報酬をあえて設けない方針をとっています。フィギュアスケートは人気競技であり、スケート連盟からの900万円という額は国内のアスリートの中でもかなり手厚い部類に入ります。5、世界の報奨金事情との比較。日本の1人当たり3400万円という額を世界と比較してみると、国による戦略の違いが見えてきます。シンガポールや香港、フィリピンなどは金メダリストに1億円を超える破格の報奨金を出すことで知られています。これはメダル獲得が稀な国々において国家の威信をかけた投資としての側面があるからです。対してアメリカやイギリスなどは国からの直接的な報奨金は日本と同等かそれ以下に抑え、その後のスポンサー契約などで選手が自ら稼ぐ仕組みが主流となっています。6、手元に残る実質の金額シミュレーション。2人の手元に最終的にいくら残るのかを推計してみます。非課税となる連盟からの1400万円と課税後の企業報奨金推定1200万円前後を合わせると1人当たり約2600万円ほどが実質的な手取り費帯になると想定されます。ペア合計では5200万円ほどになります。これは一般的な会社員の生涯賃金と比較しても非常に大きな臨時収入ですが、プロのフィギュアスケーターとして活動を続けるための経費を考えると将来を見据えた管理が必要な金額でもあります。7、高額報奨金が支えるペア競技の未来。三浦選手が家族のために使いたい、木原選手が苦労をかけた両親にプレゼントしたいと語った背景にはペア競技特有の経済的な厳しさがあります。シングルの選手と違い、ペアは2人分の旅費や宿泊費、そして専門的なコーチを雇うための膨大な費用がかかります。木原選手がペア転向から13年、三浦選手と組んで7年という長い年月を耐え抜いてきた裏には家族による並々ならぬ金銭的バックアップがあったはずです。今回の6800万円というビッグボーナスはその献身に対する恩返しであると同時に次の五輪を目指すための貴重な活動資金となるでしょう。8、アスリートを悩ませる一時所得と給与所得の壁。所属企業である木下グループから贈られる2000万円について税法上の扱いをもう少し掘り下げます。もしこの報奨金が給与ではなく突発的な利益である一時所得とみなされる場合、計算方法が変わります。一時所得には50万円の特別控除があり、さらにその残額の半分だけに課税されるという優遇措置があります。しかし実
実業団に所属するプロ契約選手や社員選手の場合、競技結果に対する報酬は仕事の成果と判断され、通常の給料と同じ給与所得として合算されるケースが大半です。年収が跳ね上がるため、翌年に支払う住民税の額も跳ね上がることになります。陸流の2人が実感が湧かないと語るのは、こうした複雑な税務処理が後に控えていることも理由の一つかもしれません。9、海外拠点カナダでの生活費と円安の影響。三浦選手と木原選手が直面している切実なお金の問題に、為替レートがあります。2人の活動拠点はカナダのオークビルです。フィギュアスケートのペア競技は、1人で滑るシングルよりもコーチ代やリンク代の負担が大きくなる傾向があります。さらに、昨今の円安の影響で、日本円で受け取る報奨金の価値は、現地カナダでの生活費や練習費に換算すると、数年前より目減りしてしまいます。今回の3400万円という大金も、世界最高峰の練習環境を数年間維持するための経費として考えると、決して余って仕方のない娯楽費ではなく、競技を続けるための支出すべき活動資金と言えます。10、プロ転向後のアイスショーという収入源。もし2人が今後プロに転向した場合、収入の柱は報奨金から出演料へと変わります。世界選手権や五輪で金メダルを獲得したペアの出演料は、世界中のアイスショーで非常に高く設定されます。トップスケーターであれば、1公演につき数十万円から、スター級になれば100万円を超える出演料が支払われることもあります。今回の金メダル獲得によって、現役を退いた後のセカンドキャリアにおける推定年収も数倍に跳ね上がったと言えるでしょう。引退後も長く安定して稼げるブランド価値を手に入れたことが、今回得た6800万円以上の大きな資産かもしれません。11、両親へのプレゼントと贈与税の注意点。木原選手が苦労をかけた両親にプレゼントしたいと語っていますが、ここでも日本の税制が関わってきます。子供が親に高額な現金や車などをプレゼントする場合、年間110万円を超えると贈与税の対象になる可能性があります。ただし、これまでの生活費や競技費用の払い戻し返済という形であったり、扶養義務の範囲内での支援であれば非課税になるケースもあります。家族の絆を大切にする2人だからこそ、専門家の助言を得ながら、最も効率的な形でお金を家族に還元していくことになるでしょう。12、海外居住者としての日本の確定申告。三浦選手と木原選手はカナダのオークビルを拠点としていますが、所属先は日本の木下グループであり、日本国内の団体から報奨金を受け取ります。このような場合、日本の税制では非居住者という扱いになります。非居住者が日本国内で発生した所得国内源泉所得を受け取る場合、原則として支払いの段階で約 20% の所得税が源泉徴収されます。つまり、木下グループから支払われる2000万円からは、あらかじめ約400万円が差し引かれた状態で2人に届けられることになります。13、カナダでの納税義務と二重課税の回避。2人がカナダの税法上の居住者とみなされる場合、日本で得た報奨金についてもカナダで報告する義務が生じる可能性があります。ここで問題になるのが、日本とカナダの両方で税金を取られてしまう二重課税です。これを防ぐために、日本とカナダの間には租税条約が結ばれています。外国税額控除という仕組みを利用することで、日本で支払った税金をカナダの税金から差し引くことができ、過剰な負担にならないよう調整されます。金メダルの栄光の裏で、2人は非常に複雑な国際税務の手続きをクリアしていく必要があります。14、広告出演料とスポンサー契約のマネー事情。今回の金メダルとゴールデンスラム達成により、2人の価値は跳ね上がりました。今後、テレビ CM や企業のアンバサダー契約などの話が次々と舞い込むことが予想されます。日本のトップアスリートの CM 契約料は、1本あたり数千万円に達することもあります。今回手にした6800万円の報奨金はあくまで一時的なボーナスですが、今後のスポンサー契約によって得られる継続的な収入は、これまでの競技生活を支えてきた赤字を一気に解消し、将来の引退後の生活を盤石にする大きな資産となるでしょう。15、フィギュアスケート特有の経費計上の難しさ。確定申告において、どこまでを経費として認められるかは非常に重要です。プロ契約をしているアスリートの場合、スケート靴代や衣装代、リンクの使用料、さらには体調管理のためのマッサージ代や遠征の航空券代などは、競技を続けるために必要な経費として認められるのが一般的です。一方で、三浦選手が語った家族への恩返しとしてのプレゼントや旅行代などは、個人的な支出とみなされるため経費にはなりません。16、浦島太郎の心境と金銭感覚のギャップ。木原選手が浦島太郎さんが生きていたらこういう気持ちだったのかなと漏らした言葉には、7年カナダでストイックに生活し、物価高や円安と戦ってきた実感がこもっています。日本に帰国して初めて自分の成し遂げたことの大きさと、それに対する多額の報奨金という現実を突きつけられ、一種の戸惑いを感じているのかもしれません。多額の報奨金を手にしたことで、周囲の環境や人間関係が急激に変化することもありますが、2
2人の落ち着いたコメントからは地に足のついた誠実な姿勢がうかがえます。17、総括としての6800万円の価値。最後にこの6800万円という金額の重みを振り返ります。これは単なる賞金ではなく、三浦選手と木原選手がそれぞれ人生の多くを捧げ、家族や周囲のサポートを背負って戦い抜いた結果の決勝です。税金として国に納められる分も少なくありませんが、残された資金は2人が再びカナダの銀盤に立ち、次なる目標へと滑り出すための最大の武器となるはずです。いかがでしたでしょうか。りくりゅうペアの快挙をお金と税金という現実的な視点から紐解いてみました。この情報が役に立ったらいいねとチャンネル登録をお願いします。